龍谷大学の職員の安食新庄と申します。龍谷大学仏教系の大学ですので、宗教部という部署があるんですね。で普段入学式も卒業式も、仏教様式でお勤めをしたりするんですけども、その業務の一つで人権啓発というのがありまして、その人権啓発の一環で、今日お話しさせていただくような LGBTQ の話題にも関わって取り組んでいるという感じですね。はい、よろしくお願いします。野村亜美と申します。龍谷大学の社会学部の4回生で、この LGBTQ に興味を持ったきっかけとしましては、まず私の友達に該当者がいらっしゃって、その中で大学の授業内で LGBTQ について学ぶことが増える中で、もしかしたら私の友達も悩んでたりするのかなって思ったのがきっかけで、その時に宗教部さんを松浦先生から紹介いただいて関わるようになったのがきっかけです。何年生ぐらいの時からなんですか？紹介していただいたのは3年生の後期でした。後期で、はい、そこからです。松田さんお願いします。はい、龍谷大学4回生の松田光と申します。友達に LGBTQ の子がいたりとか、女性同士で付き合ってるカップルも何組かいて、そこから龍谷大学に入学しまして、人権論という一部 LGBTQ についての題材を扱っている授業を受けて興味を持ち、ゼミナールの先生である松浦先生から宗教部の方を紹介していただいて、一緒に東京プライドや京都のレインボープライドなどいろんなイベントに出展させていただいてます。ではまずですね、活動が10年ほど前に遡るというふうにお伺いしてるんですけども、ちょっとそのあたり最初のきっかけ、どのようなきっかけで龍谷大学として取り組みを始めたのかというところをまず教えていただけますか？さっき申し上げたように、私事務職員ですので、いろんな部署を移動していくわけです。でそれまでその LGBTQ とか性の多様性とか意識したことも全くなかったんですよね。でちょうど本当2015年ですから、本当ちょうど10年前ですけれども、ある研修会、20人ぐらいの小さな研修会だったんですけれども、その時に講師の方がLGBT って言葉知ってますかって聞かれて、なんか聞いたことあるなと手を挙げたんですね。じゃあ会ったことありますかって言われて、その20人ぐらいの参加者誰一人手を挙げなかったんですよね。そしたらその講師の方が「それ変ですね」と「この中に左利きの方いらっしゃいますか？」何か手を挙げたんですよ。左利きと同じぐらいいるはずですよと。いないんですか？きっと言いますよっていうふうに言われて、でそれが一番最初の気づきだったんですね。で龍谷大学って2万人学生さんがいて、で教職員も1,000人いるんですよ。じゃあ左利きと同じぐらい LGBTQ の人がいるってなったらどれだけいるんだと。もちろん人数が多いとか少ない関係なくですね、それまで聞いたことがなかったんですね。でこれはやっぱまずいぞということで、いろいろ調べ始めたっていうのが一番最初ですね。それが10年前。そうですね。でいろいろ調べて、あるいは講師を呼んできて研修会講演会やっていたら、実は私にカミングアウトをしてくれた学生さんがいましてね。でその学生がなんと毎日顔を合わせていた、すごく親しくしてくれていた学生だったんですね。でびっくりしまして、なんと近くにいたのかと知らなかったんやなという、そこからがその学生に教えてもらいながら取り組みを始めたっていうのが、10年前だったって感じですね。当時アンケートも実施されたというのをサイトで見たんですが、当時の学長会っていうですね、いわゆる重役会議に LGBT っていう人がいて、困ってるかもしれませんね、どうしましょうかっていうふうに言ったらですね、ちゃんと正確な情報収集してくださいということで、じゃあアンケートを取ろうかということになったんですね。でオンラインのもちろん答えても答えなくてもいいアンケートだったんですけれども、858人かな、結構たくさん回答してくれて、でその中で130人ぐらいかな、結構な数のですね、私は当事者ですって言ってくれた子がいたんですね。でこれが、最初のエビデンスとなって、それまでは龍谷大学でも本当にそんな人いるのかみたいな声があったんですけども、
いや間違いなくちゃんといましたねということで、そこから大学全体のですねこう理解というかですね応援する声も増えてきたという、そういう感じですね。いや、そこからですね、11月に予定されている映画祭のお話を伺っていきたいんですが、この企画をもう後押しされることになった経緯というのを教えてもらえますか。そうですね、一つは主演される、方が、龍谷大学で以前発行した冊子にも寄稿していただいたということで、ぜひとも、いつか龍谷大学でご縁のある活動がしたいなと思っていたのが一つです。それからやっぱりその若い、特に学生さん10代20代の方たちに見えないところで苦しんでいらっしゃる方がおられる、しかもそれが命にも関わることだよということに、ぜひとも気づいてほしいなというふうな思いで、このお話をいただいた時にぜひともお願いしたいというふうに思いました。私自身も映画見させてもらって初めての気づきというか見てよかったし、皆さんにもぜひ見てほしいなというふうに思います。お二人は映画ご覧になりましたか。どうですか。最後のラストシーンの方だと思うんですけど、私は男でもないし女でもないし、私は私みたいなフレーズがあったと思うんですけど、そこがやっぱり私的にはすごい印象に残ってて、社会が決めた枠組みの中にとらわれるんじゃなくって、もう自分は自分なんやって思える、自分として生きられることの強さとか、そういったその多様性を理解することの重要さはすごい見て改めて大切やなっていうふうに、自分もそういった人は人っていうふうに見れるようになりたいなって思いました。私はアーコのお店にサチが行った時の話で、サチが「アーコ変わらないね」っていうシーンと、もう一つその後にメイがアーコのお店に入ってきて「あんた変わらないわね」みたいな、ちょっと吐き捨てていくようなシーン、この2つにちょっと印象に残っていて、その2つの意味で「変わらないね」って言われたアーコなんですけど、その2人ともアーコの性別とかはもう本当にどうでもいいと思ってて、本人アーコ自身を一人の人間として見ている感じ、その人の本質を見て変わらないねって言ってるところがすごく印象的で、そういう人間関係とかがすごいいいなと思いました。今野村さんが言ってくれたように、一人一人の生き方を大切にしよう、それを何とかしようという人がたくさんいた一方で、本当に心ないですね、誹謗であったり、いじめであったり、本当に辛い思いをされていた時代があったんだな、もうそういう時代に戻したくない。やっぱり知ったからにはこれからはやっぱり一人一人ね、性別とかそういうことじゃなくって、一人の人としてお互いを尊敬できるような、そういう社会になるような、一助になればいいなと思って、そう思いながら映画を見ていました。はい、これから映画祭でご覧になる学生さんにどういうことを受け止めてほしいですか、受け取ってほしいか、感じてほしいというのは今の若い方の中でも、この LGBTQ とか性の多様性に関心のある人は確かに増えてると思うんですよね。やはり関心のない人も多いんですよね。だからもしかしたら自主的じゃなくって先生から言われて見に来たっていう人がいるかもしれないけれども、それでもそれ映画を見ることによって多分何らかの気づきがあると思うんです。その場で気づいたと思わなくっても、多分印象に残っていれば次の行動に表せるんじゃないかなっていうふうに思いますね。多様性多様性って言って多様性行き過ぎじゃないかみたいな声もあると思うんですけども、決してそうではなくって、本来みんな多様なはずなので、それをもう一回私たちはちゃんと思い出そうね、そういう思いで見てほしいなと思いますね。やっぱり LGBTQ の問題されている社会風潮を変えるには、これからの未来を作っていく若者であったり学生であったり、そういう力が必要になってくると私は思っていて、私の高校の友達も女性同士で付き合っている子たち
異性同士で付き合ってるカップルと同じように、恋バナで盛り上がったり認められていってる場面もすごい多いように今は感じています。ですが差別的な目で見たり悪口を実際に言ったりっていうシーンも見られるのはまだ事実だと思っています。多様性を良しとしていない人たちが集まる環境の中で私が伝えたいのは勇気を出して発言や行動をしてほしいといったところです。その勇気が誰かの助けになるかもしれないし、これからの社会を変えていく大きな一歩になるかもしれないので、映画を見てくれる学生たちにはそういう映画を見て力をもらって自分自身が行動していってほしいなというふうに思います。この映画ってその性別とか制度とかにとらわれてその生きづらさを感じている方たちが描かれてたと思うんですけど、人によって幸せの形っていろいろ違うと思ってて、なんかもうその人はその人の幸せがあるし、もう一人一人違っていいんだよっていうのをこの映画を見てすごく新たな気づきになれると思うので、男だからこうあるべきとか、なんか女の子だから女の子らしくしなさいとか、結構その固定概念じゃないですけど、そういうのって結構身近にもいろいろあると思ってて、でまずはそういったところからちょっとずつでも意識すれば自分とは違う生き方をする人にもちゃんと耳を傾けてちゃんと理解しようとする姿勢はすごく大事なのかなっていうふうに思うので、なんかそうですね、もうみんなが幸せな世界になればいいなと思います。その他何か普段の取り組みについてでも映画祭についてでも結構なんですが、何かこれを伝えておきたいというのでまだなんか喋ってないよねみたいな話があれば。じゃあですね、常々私が思っているのは、大学って若い人たちが集まるコミュニティですよね。もちろんいろんな年齢の方もいらっしゃるけれども、10代20代の方が多いし、大学ってやっぱり留学生もいるし、障害のある人もいるし、いろんなバックボーンを持っている方の集まるコミュニティなんですよね。社会よりもちょっと前に進んでおく必要があるだろうと思うんですね。だから社会の10年早く進んでいくのが大学の使命だと思うんですよ。そういった学生が社会に出ていって違和感を感じた時に、これはおかしいぞと変えていかなきゃっていう思いが芽生えると思うんですよね。だから社会の状況を見てなんていうんじゃなくって、社会を作っていくのは大学生たちだと思うんですよね。ぜひ期待しています。この龍谷大学、今宗教部さんと関わらせていただいてニジラ部として活動していく中で、東京プライドとかでもなんかその当事者の方の声をすごい聞く機会が多くって、なんかその中でもなんか東京はやっぱり進んでるので、関西に比べたらなんか本当に東京だったらもう自分らしくいられるっていうことを言ってる方もいるので、そういった龍谷大学も率先的にこうやって活動していって、当事者の学生の方がいてもなんか生きやすいじゃないですけど、相談しやすい雰囲気作りができたらいいなって思います。貢献できればと思います。イベントを通して私自身の意識がガラッて変わったことがありまして、宗教部さんと一緒に東京と京都のイベント2つに出展させていただいたんですけど、やっぱり人の数だけその人の在り方、自分らしさがあるっていうのをすごい感じたので、例えば LGBTQ とかで言いますと、トランスジェンダーの方は体は男性でも心は女性っていう方がいらっしゃったとしても、その自分は本当に男性なのかとか女性なのかっていう自分自身の気持ちに疑いを持ってほしくないっていうふうに思うようになって、正直に生きてほしいなっていうふうに思いました。